こんにちは、とばログです。今日はこの部屋、僕の趣味部屋兼仕事部屋のルームツアーをしていこうと思います。実はブログで賃貸と書斎のある暮らしっていう連載を2年前ぐらいからしていて、そこで10回ぐらいにわたっていろいろ構築していく様子とか DIY の様子とかを紹介してたんですけど、今回は動画で簡単にさらっと紹介できればなと思っています。でこの部屋というかこの家全体なんですけど、今僕が住んでるのは都内にある 2LDK のマンションでそこで奥さんと2人暮らしをしています。でその家の4畳の部屋があるんですけど、南向きで最高が取れる明るい4畳の部屋を僕の書斎というか仕事部屋としているっていう感じですね。で基本的に YouTube 動画撮ったりとか、あとブログを執筆したりとか仕事をしたりとか、趣味もこの部屋でほとんど完結するんで、基本的に僕は一日中この部屋にいます。なるべく居心地がいい部屋にしたいと思っていろいろ工夫をしているんで、今日はその辺について動画で触れていこうと思います。書斎とリビングはこうやって 2x4 をパーテーションとして完全に仕切らずに、でも空間はちゃんと仕切られるっていう感じの分け方をしています。もともとはここ DIY で工夫してたんですけど、ちょっと年数が経つにつれてこの作ったパーテーションがたわんできて、今は釘で留めています。このパーテーションの部分にはトバログステッカーを貼っています。というわけで、じゃあ早速僕の書斎についてざっと紹介していこうかなと思います。でこのデスクなんですけど、一応南向きに窓際に沿ってこの長テーブルを設置しています。前の家に住んでた時はこういうテーブルとかがなかったんで、作業をするってなるとスターバックスとかカフェに行ってたんですよ。窓際の席のコンセントがある席で作業をして、ちょっと疲れたら外を見るみたいな感じのスタイルがすごい好きだったんで、それを自宅でもやりたいなと思って窓際にしています。でこの家を選んだ理由の一つとして、部屋から見える景色がすごい綺麗なんですよ。家賃とかはすごい相場よりも安いし、同世代の2人暮らしだったら結構ね、都内だと安いって言われるようなところなんですけど、目の前に高い建物がないんで、新宿の新都心まで見渡せるっていうのがすごい好きです。で普段は室内でこうやって作業をしていて、で疲れたらちょっと外の風を浴びたりとか、あと景色を見たりして、リラックスしています。じゃあまず机周りですかね。机なんですけど、僕がいつも使っているのはフレキシスポットっていうメーカーから提供いただいたスタンディングデスクで、そのスタンディングデスクの白を愛用しています。で上に乗ってるデスクトップなんですけど、これは僕がホームセンターで購入したものをスタンディングデスクの上に乗せて使っています。無垢材で5000円ぐらいで買った2メートルの板なんですけど、これがかなりマッチしてる気がしていて、すごい気に入っています。でなんでスタンディングデスクを使ってるのかっていうと、やっぱりずっと家でパソコン作業していると結構ね、腰とかにくるんですよね。腰とか背中とかずっと座りっぱなしだと割と疲れてくるんで、スタンディングデスクを導入して、スタンディングデスクで高さを変えて午前中は立ち仕事をして、午後から座って作業ができるみたいな風に使い分けることで、ちょっと体への負担を減らしてるという感じですね。で電動式なんで、ここで自分で高さを調整できます。今だいたいね、72から73センチで座っています。それをこうやって上げると、上に上がっていくっていう感じですね。で確か昇降幅が、僕身長が180センチぐらいなんですけど、それでも高すぎるぐらいまで高さを調整できるんで、ほとんどの人にとってぴったりサイズで使えるんじゃないかなと思います。立ち作業って結構疲れるんで、そこまでたくさんしたりはしないんですけど、朝眠たい時とかって結構寝ぼけながら仕事したりするんで、そういう時とかに立ち仕事というか立ちながらやるとちょっと目が覚めるかなみたいな感じで、立ちながらやったりしています。でディスプレイはビューソニックっていうアメリカのメーカーの27インチカラーマネジメントディスプレイを使っていて、
でそれをこの Amazon で3000円ぐらいで買ったグリーンハウスっていうモニターアームに乗せて使っています。でモニターアームに乗せることで結構大きめのディスプレイでもこんな感じですっきりして見えるのが結構嬉しいポイントです。でモニターアームって結構黒いのが多いんですけど、このモニターアームの場合白で揃えられるんでかなり気に入っています。このディスプレイが何につながっているかっていうと、この15インチの MacBook Pro を僕は普段使っているんで、これを自宅でもメイン機として活用しています。PC については別途動画でもレビューしてるんで、そちらを見てみてください。でAmazon の白いケーブルに接続して、でこれは USB ハブですね。サテチの USB ハブにSD カードで動画を取り込んだりとか、ちょっとしたものを接続できるようになっています。でよく使うガジェットは iPad と Kindle Paperwhite があるんですけど、これをこの Amazon で買ったモバイルスタンドというかタブレットとかパソコンとかを立てかけておけるスタンドに立てています。でちょっと見づらいかもしれないんですけど、いつもはこのアンカーの充電器をここに置いていて、でそれがこうケーブルでつながって、充電するときはこのケーブルからこうやって引っ張ってこのスマホとかタブレット類とかを充電できるようになるっていう感じです。デスクトップのこの板のサイズがこのフレキシスポットのスタンディングデスクに合わなかったんで、ちょっと飛び出た部分を活用してこのコンセントタコ足配線をここに置いています。だからここから充電したいときは、パソコンも充電できるっていう感じですね。で今回のテーマがデスクトップというか作業環境なんで、ちょっとしたこういうガジェット類というかそういうのも紹介してみたいと思います。でこれがいつも使っている HHKB っていうキーボードですね。パソコンを立てかけて使うんで PC は MacBook はクラムシェルモードっていうのにしてるんですけど、それだとキーボードとかトラックパッドが使えないんで、こうやって別途設置しているっていう感じです。この HHKB に関しては結構打ちやすいっていうのがやっぱり嬉しくて使いやすいし、あと疲れにくいっていうのもポイントだし、この無刻印というかアメリカから取り寄せたキートップを設置して無刻印で使っています。で MacBook ユーザーなんで Apple の Magic Trackpad 2をいつも使っています。ブログ書いてる時とかはそんなにトラックパッドっていうよりマウスを使っていたんですけど、動画とかだと割と直感的な作業が多いんで、こうやってピンチズームピンチアウトみたいなのがしやすかったりとか、あとこういうジェスチャー機能が使いやすい Magic Trackpad 2を今は愛用しています。でこれだと手が疲れちゃうんで、たまにマウスと切り替えながら使っています。で音楽を聴くのは最近はこの BioPlay E8 っていうデンマークのオーディオブランドが出してる完全ワイヤレスイヤホンを使っています。デザインが好きだし音質もすごくいいです。であとキーボードに高さがあるんでずっと腕を上げていると疲れるじゃないですか。そういう時とかにこういうクッション材があると腱鞘炎になりにくいというか手が疲れにくくなるんで結構おすすめです。無印の置き時計みたいなのを置いています。本当はエコーショーっていう AI スピーカーを置こうと思ったんですけど、結構画面がちらついたりとか、集中力が切れちゃったりするんでアナログの時計に戻しました。これで天気と気温と時間が分かります。であと毎朝コーヒーを飲みながら作業というか、だいたいコーヒーかお茶か何かを飲みながら作業してるんで、手元にこういうサーモスの真空断熱マグカップを置いて使っています。今日はコーヒーを飲みました。デスクは結構広いんですけど、僕が使うスペースはこのぐらいですね。であと誰か友達が来た時とか、僕の奥さんも会計をしてくれたりとか、あとたまに PC 作業を手伝ってくれるので、奥さん用の12インチ MacBook がここにあります。無印良品でこの椅子買ったんですけど、これ1万円ぐらいだけど結構座りやすいんで割とおすすめです。
スタンディングデスクって高さが変わる分配線が結構難しいんですよ。で高さが変わるとタコ足配線が地面に置いてたのが全部ぶら下がっちゃうみたいなことがあったんで、工夫した結果、僕はこのデスクの底部分に僕は今配線類を全て置いています。 Wi-Fi ルーターとかもだいたいこの中に入っています。アメリカのポータルっていう Wi-Fi ルーターを使っていて、でこの中にルーターとか有線 LAN のルーターとかが入っています。でこのカゴは無印良品で買ったカゴなんですけど、それにホームセンターで買ったこういう吊り下げ式のフックを買って、でそれにぶら下げて使っているっていう感じです。でタコ足配線はここに粘着テープでしっかりと固定して使っています。なんでこのデスク下に配線類を全部まとめているかっていうと、僕結構ね動画を編集したりとか、あと格闘ゲームみたいなのをやったりするときに、やっぱり Wi-Fi だとちょっと遅延を感じるとか、なんかこう途切れたりするっていうのもあるんですけど、有線 LAN で接続するとそういうストレスがなくなるんですよね。だから有線 LAN で PC に接続することもできるように、デスク下に配線類を全部まとめています。で次に椅子なんですけど、椅子は岡村のコンテッサっていう椅子を使っています。これはいわゆるオフィスチェアですね。オフィスチェアなんですけど、結構高いものなんですよ。だいたい定価だと20万円ぐらいする椅子で、かなり座り心地がいいです。新卒1年目ぐらいの時に買ったんですけど、その時はトレジャーファクトリーっていうリサイクルショップで4万円ぐらいで売ってたんですよね。色とかはあんまり好みじゃないんですけど、機能性重視で今はこちらを使っています。でスタンディングデスクとはいえ、ずっとデスク仕事をしていると結構疲れるので、このさっき紹介したオフィスチェアには、こうやってマッサージチェアを設置したりして、時々リラックスをしています。週に1回ぐらい針とか整体にも通っているんですけど、毎日のケアも大事っていうことで、作業が落ち着いた時とか、こうやってドクターエアのシートマッサージをいつも座っている椅子に設置して使っています。これが結構便利で、もみ叩き機能がついてるんですよ。こういうタイプってあんまりもみ機能しかなかったりするんですけど、このシートの場合叩き機能がついてるんで、結構心地よくマッサージしてくれます。でいつも設置してるわけじゃないんですけど、冬とか春とか秋とかちょっと寒くなってきた時は、やっぱり窓の近いところにデスクを置いてるんで、足元が冷えるんですよね。そういう時のために、オイルヒーターを今年から導入して、これをいつもつけて使っています。もちろんエアコンも稼働させているんですけど、ずっとこの部屋で動かないで座っていたりとかすると、やっぱり足元から結構冷えてくるので、足元を温めるという形です。でオイルヒーターのいいところは、セラミックヒーターと違ってあんまり乾燥しないところですね。結構直接熱風を足元に当ててると乾燥してくるんですけど、このオイルヒーターだったら全然乾燥しないし、あと部屋がなんか春みたいな感じでポカポカと暖かい状態で快適に作業できるんで、ちょっと電気代は高くなりますけど、僕はオイルヒーターを愛用しています。一応書斎のルームツアーということで、デスク以外もちょっと触れておこうと思います。こちらは何にもなかった壁にディアウォールを立てて、でそのディアウォールの上から有効ボードを立てて、でそこに棚とかをつけています。一応テーマカラーがあって、この部屋はナチュラルウッドとホワイトっていう感じで作っています。で壁掛け収納みたいなのも一応していて、よく使うガジェットとかアクセサリーみたいなところを置いたり、これはオーストラリアで撮った写真を額縁に入れて飾ったり、あとはおしゃれだったんでマリメッコのバックパックをここに引っ掛けたりしています。こういう収納って賃貸だと難しいイメージあるんですけど、ディアウォールを使えばかなり簡単にできるんでおすすめです。
価格も本当に1万円しないぐらいで全部揃いました。で本棚なんですけど、本棚は結構雑誌とか、あとインスピレーションが受けられる系のものをよく置いています。こんな感じで雑誌がメインですね。一番好きなのはポパイの部屋とシティボーイっていうシリーズで、それはもういろいろ12345回分の特集を部屋に置いています。あとはカーサブルータスの仕事場とか暮らし系の本とか、商店建築のオフィスの働き方とか、なんか働き方暮らし方みたいなのを場所を構築するのが結構好きで、そういうのを参考にしたいなと思っていろいろ本を買っています。もともとデスク上に置いてた Amazon のエコーショーはこちらに移動しています。でこのエコーショーを起点として、こっちに置いてる IKEA のスピーカーから音楽をかけたりもします。で2段目は分厚めの本とかをここに置いたりしています。僕海外旅行に行ったら現地の雑誌とかを買うのが好きなんですけど、各国で購入した雑誌とか気になった海外の本はこういう風に立てています。3段目は仕事系の本なんですけど、こういうデザインの基本みたいな本とか物撮りの本とか、あと記事を書くときに必要な記者ハンドブックっていうのを手元に置いています。でデザイン系でカメラ系で、最近はほとんど使ってないんですけど、ウェブマーケティングの仕事をしてたんで、その時に読んだ本とかもあります。あとはこの辺は趣味の本とかですかね。で Amazon で僕カバンの中身の電子書籍を出したんですけど、その本のデザインとかなんかインスピレーションを受けるためにこういうモノ系の本をいろいろ購入して10冊ぐらい読んで、そのオーソドックスなもの紹介の本っていう感じで自分の電子書籍を作っています。この本は今は YouTuber として活躍しているモノグラフ堀口くんの本ですね。個人的にこのグルービジョンズの道具大全っていう本がすごい好きです。あとはよく使うバックパックとかをここに置いて、出かける時にこれを背負っていったりしています。今はインケースのバックパックをここに置いているんですけど、だいたいいつも使うバックパックは5種類ぐらいあって、それを繰り返しその日の気分とかによって使い分けて、でここに使い終わったら置くという感じですね。でガジェット類とかどこに収納してるのかってよく聞かれるんですけど、そういうのはいつもこういう棚とかに収納しています。これは取りづらいんで、そんなに使わないガジェットを収納してます。でカメラ類とかも専用の防湿庫に入れてるわけじゃなくて、こういうケースに入れて乾燥剤も一緒に収納しています。ライカ M10 と M マウントレンズの部屋です。こっちはその他のカメラですね。ソニーとか富士フイルムとかそういうのを入れてます。本当は持ちたくないんですけど、個人事業主なんで一応プリンターも最近購入しました。もともと持ってたのが黒だったんで、それを売却して今はこの白いブラザーのものを使っています。こうやってコピー機代わりにもなるし、スキャナーがついてるし、あと A4 の用紙をこのトレイの中に収納しておけるんで、見た目もいいし表から紙を入れられるしで結構便利なんで、これを購入してます。あとはこういう引き出しとかなんですけど、この1段目の引き出しには充電する用のガジェットとかが入ってて、でこの壁の裏にあるコンセントから、こういう風に配線を引っ張ってきて、でそこにこういう雑然としがちなガジェット類というか、充電したいガジェットとケーブルと、あとカメラのバッテリーとかを全部この中にバンって入れちゃってます。ここはよく使うカメラケースとかそういうのを入れてます。そんな感じかな。ここもガジェットですね。この辺も
ガジェット収納です。サーフェス Go がこのまま入ってたりとか、あと外部ディスプレイがこんな感じで置いてたりします。この辺はほとんど使ってないガジェットを収納していて、でその下に領収書とか、保証書、ガジェットの保証書とかそういうのを全部無印良品のファイルに収納して保管しています。で文房具類とか、あとパスポートとかそういうのはだいたいこういうシェルフに収納してます。でここの棚なんですけど、ここはフリーにしていて、いつも YouTube 動画を撮影する時にここに紹介したいものを置いたりとか、今だったらよく使い分けてるレンズを今一時的に置いてたり、マイクを置いていたり、あとは物撮りのためのアームみたいなのを置いてたりします。でその下にこの白い、いつも僕が動画とかブログで使う撮影用のペーパーを置いています。で出かける時に財布どこ置いたっけとか、そういうのが僕すごい多いんで、一応定位置としてこういう風に財布を置いたり、時計、鍵、あとリップクリームとかを置いたりしています。個人的にすごい気に入ってるのがこのイソップのハンドクリームのボトルタイプで、これすごいいいんですよ。こうやってプッシュするだけで、出かける時とか手洗いをした後にこれをプッシュすればもうすぐハンドクリームが出てくるんで、かなり便利です。結構1万円ぐらいして高いんですけど、それでも 500ml のハンドクリームがこの中に入ってると思うと、イソップって考えると安い気がしています。あとは経費計上のためのレシートを入れるボックスとか、僕普段小銭とかは持ち歩かないんで、外出中に発生した小銭とかはこういう貯金箱に入れています。でこっち側の壁には僕が自分で撮った写真と、あと真ん中にあるのはオーストラリアのメルボルンで購入した版画を飾っています。最近はちょっとこういう時期なんであんまり外に出れないっていうのが続いているんで、ちょっと気がめいってしまうなっていうことで、その時に撮った写真とか、ちょっと青空とかで元気になれそうな写真とかを今部屋に飾っているっていう感じですね。こちらサンシャインコーストっていうオーストラリアのリゾートというか、ちょっと海辺が近いサーフィンとかできるような街で撮った写真です。この淡い色が気に入っています。でこれがメルボルンで初めて僕絵というか版画を購入したんですけど、クリスさんっていう確かねアメリカのアーティストが作っている版画なんですよ。これすごいミニマルだし、この建物の立体感とかそういう色使いみたいなのがものすごく好きで、一目惚れをして購入しています。はい、僕の書斎環境はこんな感じですね。いろいろと細かく紹介してみたんですけど、基本的にはここで一日中過ごしていて、で仕事をしたりとか趣味とか YouTube 撮ったりブログ書いたりも全てこの部屋で行っています。こんな感じで僕のこの書斎について紹介してみました。YouTube のコメントとかでも書斎の部屋とか仕事環境を見てみたいっていう声も多くいただいてたりとか、あと動画で紹介するっていうのは今回初めてだったんでちょっと緊張したんですけど、こんな感じで僕は普段こういう作業環境で作業しているよっていうのを紹介できたかなと思います。トバログではこの動画の他にもガジェットのレビューとか、あと人のカバンの中身を見せてもらう企画とかもやってるので、もしよかったら他の動画もチェックしてみてください。それでもし気に入っていただけたらチャンネル登録の方していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。トバログでした。